えいや、水漏れてる場所はない。危なって。扉が勝手に動いた。鏡じゃなくてその後ろはい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 っていうふうにおっしゃってました。今子供の声、した間違いない。完全に子供の声。はい、LOL クリエイターズの心霊検証のお時間がやってまいりました。どうも。違和感違和感しかない。いや、違和感を感じていただいてると思います。何のチャンネルですかこれ。いやいやこの真ん中のココさんも気になる、あっちも気になる。皆さん一応言うとくと、本日は中村が忙しくて来れませんと、その代打として、はい、ズボラ食堂のカメラマンのみっちゃんを派遣しました。俺は嫌やって言うてる何度も。だから皆さん慣れてないかもしれないですけど、みっちゃんです。ご容赦ください。はい、みっちゃんです。今日はこれはどういうことでしょうか。これはどういったことでしょうか。ちょっと待って。何や、何ですか。いや、いいわ。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ココさんです。はい。久しぶりです。どうも久しぶりです。怪談作家やお化け屋敷のプロデューサーなどしてます。ココです。どうも。よろしくお願いします。お願いします。イベントをやっておられると。そうなんです。この後ろの杉谷旅館さんで最強心霊ツアーを開催中でして。そうか。そうなんです。去年も11月ぐらい1ヶ月を通して土日祝日をやらせていただいてまして、本当に好評でして、またやらないんですかとか、行けなかったんでぜひまた行きたいですっていうお声がありましたので、実は春に開催決定しました。ああ、なるほど。はい。杉谷旅館。物好きがまたこの人は完全にいらんことすんなよボケ。だからこんなあかんことになる。そのロングランが決定したせいでここに私がいます。じゃあ今日はその体験させていただくという形で。はい、そうなんです。ただツアーのガイドとして私がご案内するんですけども、このイベント一切の演出はございません。なのでお化け屋敷みたいな音響や人が出るもの、ライトの照明一切ないので、そのまんまの雰囲気を味わっていただくようなイベントとなってます。なので入る際は全て自己責任でお願いいたします。まあ僕らからしたらいつも通りまあ人数が増えて僕はちょっと心強い。逆に。これちなみに毎回イベントは時間に分けて進むってことですね。そうですね。だいたい45分ぐらいなんですけども、入って案内するのが45分なだけで、その前に10分ぐらい注意事項のご説明とか、契約書を借りていただいたりとかっていう時間を設けさせていただいてます。で、中に入るには必ずヘルメットで手袋、あとライトを持っていただいて進むような形になります。っていうか全ての回ココさんも同行されていくってことですか。そうです。全部の回行ってます。すごっ。すごっ。っていうかね、無言なんですよ。無言になりますって。会話も入ってこへんし無言やし。さてどうし行きましょう。準備をするんですかね。そうですね。はい。じゃあみっちゃん最後に言っとこうか。よし。中村のいつもの決め台詞どうぞ。よし。さあみんな今日も怖がっていくぞ。あかん、もうごめんなさい。すみませんでした。うちのカメラマンが。じゃあ用意しますよ。用意しますよ。青とオレンジ。ほんまや。ほんまや。これ見て。変？現場のおっさんや。初めてやこのヘルメットかぶって心霊スポットに。そう。では簡単にご説明させていただくんですけども、本イベントは老朽化した建物、いわゆる廃墟を使用しておりますので、そこの抜けている場所、粉塵、ガラス片、落下物、崩落、転倒、転落などさまざまな危険が存在することを十分に理解していただいて、事故の責任を負いて参加していただきます。で、イベントの参加中または参加後に発生した事故でしたり怪我、あと死亡でしたり盗難、紛失、破損、いかなる損害についてもこちらは一切責任を負いません。なので必ず自己責任でお願いしております。はい。わかりました。了解しました。これはじゃあツアーで行くとココさんが先頭に行かれて進める。では
まず、今回のツアーのガイドをさせていただいてます階段作家のココです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でこちらが、杉原館なんですけども、こちらに見える3階建ての鉄筋コンクリートの建物、こちらが本館と言われる場所になります。であ、そうなんだ。こちら2階建ての鉄筋コンクリートのところが中央、その上にありますのが2階建ての木造の建物運金楼、そしてこちら3階建ての木造の建物万灯閣計4棟で杉原館というふうになっております。ちゃんと名前ついてたんですね。実は名前ついてるんです。一つ一つの部屋、いくつかの部屋には仏壇の間、三面鏡の間、はい。お経の間、お経そして鬼の間鬼。というふうに言われている場所がございます。あとは建物全体にはやっぱり黒い人影を見たとか、女性の霊がいる、小さい子供がさまよっているなどいろいろなふうには言われてます。はい。一番有名なのが一度入ると二度と出てこられないあ迷宮旅館というふうにも言われています。そうですね。迷路みたいな。そうなんです。では行きますか。行きますか。わかりました。はい、よろしくお願いします。おお願いします。上京4年にできた上上京です。上京って江戸？元禄とかそういう年代の上京にああ、なるほどなるほど。はい。ですって。そんな古いめ額がちゃめちゃ古いです。杉屋ができたのが上京4年になるので、そこからずっと杉屋旅館は存在してます。これ確か中村がなんか日本最古の旅館とかっていう。そうですね。結構古くから言われてまして。はいはいはい。うわ懐かしいっていうかむっちゃ綺麗になってる。これ中村いるやん。中村参加してますね。お疲れ様です。お疲れ様です。当時のパンフレットがありまして、え、娯楽室がこの赤いところですね。うわ、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。そうなんです。なので名残としては上のミラーボールがあるぐらい。本当だ。びっくりした。お前こんなんあったんや。そうなんです。これがあるぐらいが多分名残なんですね。へえ。で普段はやっぱり木造の建物になるのではいはいはいお客さんはちょっと立ち入り禁止にしてまして。まあ確かになるほど危ないですよね。ちょっとやっぱり怖かったですもんね。この前来た時、そこの階段とか。そう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 。ここ行ったここ。イベントとしては安全面を考慮して。そうですね。考慮してちょっと立ち入り禁止にはしてますね。なるほど。やった。ヘルメットが。ヘルメットのおかげで今。よかった。逆に完全に頭。これからご案内する場所なんですけども、はい三面鏡の間と言われている場所になります。はい。よく言われるのが、三面鏡鏡があるから、そこで何かが起こるって言われてましたり、あと鏡に知らない人の顔が映ったっていうふうにも言われてます。それが後ろだ。そちらです。おお、あるあるある。はい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 入っていただいて大丈夫なので。確かになんかこんなんやったな。実は三面鏡なんですけど、中のツアーの方で一人ずっと三面鏡見てられたので、何か感じますかってお声かけしたらはい黙って指さすんです。ここじゃないって言われて、はいはい。ここじゃないんですかって聞いたら、ここって言うんですよ。あれって思って聞いたら、自分から見えるこのガラスに反射した後ろに何かいる。はい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 。ここじゃなくでここだと。そう、三面鏡っていわゆる合わせ鏡になってしまったりなとか、りはい鏡自体がやっぱり不吉だっていうふうにも言われるんですけど、鏡じゃなくてその後ろはい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 っていうふうにおっしゃってました。なるほど。なるほど。で、当時の正面玄関から見た様子がこんな形でして、あむちゃくちゃ綺麗。雅な。で、このちょうど屋根の部分が今落ちてるこれです。ああはいはい、瓦乗っかってる。そうなんです。こっちはちょっと立ち入り禁止。そうなんですよ。見てわかる通り、結構陶器類とかガラス系がはいはいは散乱いしてるので、見る分には声し全然ました。声。構わないようにはしてます。めっちゃはい上行ってきて。なるほど。今上から声しました。虫か。いや今日あなたしよう。違う違う違う。さっき雅って言うた瞬間に腹立つなって。なんで。そうそうそう実はここ昔の売店だったんですよ。売店で
本来はこの中のこの上ですね。はいこの上にこんな感じでいっぱいああこれあ、そんなんも上見てなかったな。お土産のやつが並んでたんですけど、はい実は海のお面みたいなのもここに並んでたんです。あでもうなくなったんですけど、所有者さんが1個だけ所有してまして、はい。今回のツアー限定で公開してます。おお、ほんまやほんまや結構なやつじゃないですか。そうなんです。昔は多分魔除けの面とかそういうような形で般若の面を売ってらっしゃって、多分下のところに湯の山とか書いてあるそうなんです。このイベントでしかも公開してないので、普段は私たちが管理させていただいてます。なるほど。やっぱりツアーの参加者とかでも、ここら辺で何かがあったとか、基本的に建物なので水滴落ちることないんですけど、なぜか服がめっちゃ濡れてるっていうことがあったりしましたね。漏れてはないですね。そうなんです。あとサーモグラフィー持ってこられた方がいらっしゃって、はい。後ろここをずーっと6人でずっといてらっしゃって、一番後ろに映した時に、その後ろに3人いるってことで。ああサーモカメラでそうなんです。で3人ですかって聞いたら、普通人とかって絶対赤なんですって。熱を置いてるから。青い人影みたいなのが3つ横に並んでるんですよ。このみっちゃんが徐々にね体勢見てこれ足これ言う力もこれ怖いねもう。でこう振った時に戻したらもうないんですって。はい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 次ご案内する場所なんですけども、本来仏壇の間という場所がありまして、この仏壇の間、旅館にもかかわらずなぜかお仏壇がそのまんま放置されている場所になるんです。なのでこの仏壇の間ではやっぱり声が聞こえるとか何か感じるっていうふうに言われてるんですけども、ツアーではちょっと足元の危険が多かったのでご案内してません。ああなるほど、よかった。ただその代わりといってはなんなんですけども、この仏壇の間よりもさらにやばいんじゃないかって言われる場所をこれからご案内しようと思います。あそこよりやばかったとこあるかな。仏壇の間、この横に階段がありまして降りていけるんですね。はいはいそんな感じですね、でその横に本来壁だった場所があるんです。それが壁紙が無理やり剥がされて中から扉が出てくる。これなんで隠してんの。そうなんです。おい下から落とした今本当に。何やね。ここ確かに今日回ってる中で一番気配強い。次にご案内するのがこのルーム18になります。はい。はい、記憶になりますよ僕は。もう思んないんですよ。今また売ったでしょそこで。これはなんか記憶ある。いやー記憶ある。赤ちゃんのおもちゃとかありますね。ねいっぱい確かあった。日本人形がどこかにあって、それがもともとあった場所から目を離してまた見たら違う場所に移動してるっていう話があるんですね、噂話で。所有者さんに確認したら日本人形は昔はあったそうなんです。ここに。はい。はあただどこ行ったかわからない。あなたも人形を入れてたよ、ね。探してましたよね。日本人形を中野さんから探せと。あ言われたんですよ、で探したけど見当たらなかった。でこの部屋がもう本当に正直すごく異様で、子供の服だったりとか。そうなんです。特にこれ女の子のものしかないです。そうなんです。でどうだ。女の子ので行くところになんか教科書とか置いてあるんですけど、実はそこに書かれてる名字の方、この杉屋旅館を結構遡って確認したところ、杉屋ができた当時の方の名字とここに置いてある方の名字一致してるんです。ああなるほど。代々受け継がれている旅なる館ほどになってます。あとこのツアーが終わる1週間前ぐらいに分かったことなんですけど、はい。お客さんの中でがっつりここ刺すんです。ああ。ここ2階あった。外側よ。確かに。三人形にも本当だ。ほんまや。あ、本当だ。
これはね、えいや水漏れてる場所はないよ。水漏れてる場所はないよ。マジでない。いや濡れてんの？水やけど今落ちてきたよ。これはね、水滴はないで、マジで。マジでない。ないない。何なんでしょうか。ないないない。こういうこと起こるんですよ、この人と来ると。いや、今完全に濡れてましたよね。濡れてるし、濡れたしまだ今濡れてるし。どこを見てもない。気に入られたということで。いや、よくない。お願いします。今の現象をスルー。ココさんは強キャラなんですよ。中村と同じことなので。あなたビビってるけど、ココさんは笑顔。でここが、本来の、昔からある運金楼と言われる建物の2階部分になってます。噂話でいうお経の間。さっき言われてた。このお経の間って言われるのが、部屋の中にお経のようなものが書かれたのがあるからお経の間って言われて、そこからお経が聞こえてきたりする場所なんですけど、それがそちらです。その部屋です。そのあなたのびっくりした顔よ、これ。わかります？こういうの。そうです、そういうのです。で、私たち特に何もしてないんですけど、来たまんま布団も引かれてましたし、椅子もあるんですけど。なるほど。なんかどっかの廃墟では借用。借用書ですか？はい。いや、ないで。の上でしょ。いや、マジでないで。ほんまに。確実に今でしょ。上はないって。そうなんです。雨漏りするほどやばい場所ではないんですよね、ここ。なんで？じゃあなんで？今日はあなたが。いや、関係ない。ね、なんか行くとこに水滴やから。怖いもんな。子供の部屋で行かれたんじゃない？知らんけど。ということで、ツアーは以上となってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際ツアーを参加するとこういった感じで。そうですね、カメ見てラ色をもらって回るいただいてっていう。終わった感出してるけど、あんた今から一人で行かん。行かない、絶対行かないよ。今日みたいな日に絶対行かないよ。うわ、ちょっと僕ら21ケツありまして。21まではいけるから。まあそこまで引っ張らないんで。ケツありますんで。1時間ケツ。軽く撮影させてもらって。全然大丈夫です。今回はじゃあツアー終わりに特別にという形で。じゃあということで準備して行ってまいります。心霊スポットダメなみっちゃんがこの顔ですわ。話が違うってなってると思う。思ってたんだ違う。嘘つきよる。とりあえず行こうか。だからぶっちゃけ2回目だから、まあ僕的には3階のあの辺ね、この辺前回えらい目に思った場所やけど、今回ってる感じ、川っちの水、あれマジで不思議やね。垂れるとこないからね、マジで。ということで今日も行かれた中村ちゃおみっちゃんの今日も行かれたみっちゃんが選んだ杉屋でございます。前もしてたかな。とりあえず3階行ってみます。さっき行けなかった場所ね。中村さん。そう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まんまや。じゃないんじゃないかな。これ行ってみようか。失礼しまいや、声してますよね。いや、さっきしましたよ。女性の声が。喋った時。
ほら入ってないって絶対。あれ何ほらいろりいろりだ。うわ屋根も落ちてるここ。電話うわすごい匂いなここ。いろりがあるんだ。すげえ。あ、ここは入ってないな。青いペンキ。本当だ。電話。もしもーし、聞こえます？誰かいたら反応もらえますか？僕は庄司と言います。聞こえます？なんかこういうなんで声が聞こえたら怖ない。もしもーし。そらないな。かっちゃん、はい、一応言うとくと今そこ2回女性の声して。いやで下しましたよね。うん。ふーってこれはこんな状態じゃなかった。そう。いけてたんですよ。みっちゃん。連鎖。声マジ？もうかわっちビクしたら後ろもビクする。新鮮。で、問題の部屋はこれです。一番向ここれ、ここ。悪霊退散って書いてる。誰こんなん置いた？う。本当。悪霊退散。あれ、人形落ちてる。失礼します。本当だ。うさぎ。これ、がっつり触るからまた。うさぎ。ここだ。間違いない。この部屋。この部屋のこの三面鏡で。あ、足跡もある。でこの足跡がね。櫛がなくなっているけど、この三面鏡割られちゃってるやん。うん。ここだ。間違いない。お久しぶりでございます。これですか映ったやつ？そう。この三面鏡に人が映ったっていうのと、ここで声もしたし。声どころか、俺走って逃げたからな。で、櫛が落ちてきたもん上から。そう。そう。ある。ある。この下？うん。下。うわ、ほんまや。これが動画見たら分からんやけど、もともとなかった。で、カーンってなって、で振り向いたらこれがここにあって、あれ櫛あったって。何今完全に落としたやつ。失礼します。櫛なんかあった言うてて、それを裏映して櫛なんてどこにあるっていう、こんなん置ける場所ないよねみたいな、って言うて。しかもこれまたここで隠してあるの？いや、分からん。この櫛落ちてきた。撮影 LOL 撮影の時に。ただ母ちゃん、今のこの感じからしたらここそこまで気配的には絶対ヘルメットで頭伸びてるからあったんだ。なんか一瞬気配あったけど、あったんだけど、見て認証してる。違う、扉が勝手に動いた。見て認証してる。違う、扉が勝手に動いた。一番奥のこれ今どういうことかって言うたら、こう張り付いてたんですよ。この状態、そっちから見たら見えへんでしょ。これがこうやって動いてた。それ今の感じだとすごい硬そうですね。そうだって動かへん、風では。これが動いた。まあお経的なものって言うたらもうがっつりお経的なものやし、動いてるのは捉えてる。僕こうやってやってたんで。ふわーって動く感じのあれじゃなさそうですよね。違います、ね。これね、
かすかに声聞こえてるんですけど、どっからだ？外から見るこっち？はい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 、わかっ聞こえます？た。奥だ。いやー、やっぱり一番奥のあの部屋。あ、一番奥。なったのはおそらくこっちかこっち。この2つのどっちかの部屋。どっちか。ここっすかね。やっぱり。ここ誰かおられます？って言うたら前回女性が返事したい。鏡を使って目元をつってもらうこと可能ですかね。大丈夫。今完全にこうしたけどちょっと定点置いていく。一旦。ここれで降りますか。それで三面鏡はカツさんちょっとライトより昭和だな写真。この杉谷が流行ってた時の写真なんでしょうね。ああ、ちゃんとこれ生写真で残ってんな。あのシール的なんだね。そこ行ってないですね。なんだこれ部屋でしょ。なんか変な付箋に丸失礼します。部屋だ。ルームナンバー19って書いてある。うわー、あれうわー、生活感のある。あ、本当だ。住んでるな。あれなんだあれ。この宇宙人の記号みたいな。本当ですね。なんかこれもアルファベット書いてある。全部付箋にさ、何かを残していってるよね。ここも来たような記憶あるな。見た？いや、10-1とかさ、子供の痕跡がありますね、ここも。姿見。でもこれは何なんだ？この杉谷の方の住まれてたっていうのもあったわけでしょ？靴。さっきのあの話だと。子供の靴。だからこの子供たち、うん。名字が一緒みたいな。で下が仏壇ですよね。仏壇。ちょっと行ってみますか。あ、いけるいける。ちょっと気をつけて。ああ。そうトランプとかがね。仏壇の窓。なんであんなとこに数珠お守りかかってんの？あれ？こんなんあった？いや、庄司さん、これ前回より荒れてますよ。なんかもうちょっとちゃんと仏間になってたと思うけど。ビフォーアフター入れてくれてると思うけど。いや、絶対こんなんじゃなかったと思う。ちょっと危ないから出るか。出ましょう。ここか。そこ。水滴。そこ。一番最初の水滴はそこ。ここで僕に落ちてきたんですよ。この場所でしたっけ？ここにいたんですね。こあこにいて、あ、上から降ってきた。ありえない。ありえない。
ありえないし、あれなら下水浸しだし、そう僕のもう膝に落ちてきたの。建物なので水滴落ちることないんですけど、なぜか服がめっちゃ濡れてるっていうことがあったりします。いや全部がね、無理やりこじつけようとしても全部が不可解。でここ下これやからね。だし、無理やり手出してって言ってもこうつくはずなんですよ。今子供の声や。下間違いない。完全に子供の声。子供。間違いない。はい、お疲れ様でした。よっしゃ。杉谷さん、リベンジどうでしたか？リベンジやけど、まずイベントとしてはむちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃいいと思う。なんか内容濃いよね。歴史も聞いて、あ、こんな部屋だったんだみたいな、そういうのも発見できて、こことか三面鏡の部屋、お経の部屋とか、鬼の間とかね。そう、全然知らんかったし。知らない。でもここは覚えてる。でも、今回その3回も気配あるんやけど、前一番僕が怖がってた場所もあるんだけど、水何？水ね、それがすごい気になるっていう。ついてきてたよね、完全に。だって天井がさ濡れてる様子もないしさ、みっちゃんなんか今回初めて参加してるから分かるやん、なんでっていう。濡れてたら濡れてるからね。そうだから水滴やん、あれそうやと思う、完全に。またちょっと一風変わった不思議さがありましたという感じかな。僕は杉谷はもともと怖いので、こんなもんまだゴールデンタイムっていうか、まだ撮影前の時間ですよ。それがもしかしたらこのまだ静けさなのかなっていうのがありますね。っていう感じかな。今の聞いた？聞いた？今聞いた？なんか聞こえてるぞ。はあみたいな。まあという感じでございました。ということでみっちゃんいかがでした？河内の聞いても一緒なんで。いやいや、怖いっすよ。初めてや。ここまで来ると思わなかったもん。そう。LOL あなた初めてやからね。超怖えよ。そうやろ。まあちゅうことでお疲れ様で。じゃあ俺が言うてどうする？はい。はい。ありがとうございました。では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。いやそれいらんと思う。いらない。まあ帰ろうぜ。早く帰りたいよね。それはわかる。その気持ちは僕も。まあしかも帰り道探すの今からやから。そう。帰り道探すとこのね、迷路の中の帰り道をね。そう探さな。はい。とりあえず帰ろう。置いてないよ。